こんにちは。予選ウィークエンドはボロ負けだったのでスタンの動画をお送りします。春日部紬です。今回は今月ミシック到達したリストを紹介します。結構真面目に組んでるのでどうぞ見ていってください。お相手はマルドゥ天使。こちらはハンドにアドが取れるカードが多くてかなり強いです。お相手は鼓舞する監視者をキャスト。ジアーダが動き出すと面倒ですね。こちらはラトスタイン王から土地が落ちたのでジアーダを取ります。マナを出されることを嫌ったのですが、ここは待った方が良かったと思います。3点通って残り17点。こういうことがあるから後打ちする必要があったんですね。多分他の天使キャストに合わせて切り崩しが一番丸かったかなと。こちらは土地が落ちたので4ターン目の絶望将来。ラトスタインを取れないともうめちゃくちゃしますよ。3点入って残り9点。お相手鏡割りのグーワをキャスト。これは問題なしです。ラトスタイン王で負け犬が墓地に落ちて絶望将来をキャスト。もうめちゃくちゃだよ。3点入って残り3点。お相手怒りの大天使をキャスト。強いですが時すでに遅しです。こちらはギックスの命令をキャスト。モードは布告除去とカウンター2個。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。これは満足キープ。こちらは切り崩しを構えてターンエンド。お相手白ミッドだと嫌ですが果たしてサリアをキャスト。これは得意な相手ですね。早速除去しこれはお楽しみのガチャタイムが来そうです。お相手包囲の古参兵をキャスト。いやーこちらが分回りすぎて申し訳ないです。試合壊れちゃった。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。先手ならこれは満足キープ。お相手セレズニアエンチャントっぽいです。トカシアの艦隊は嫌ですね。こちらはラリコッパイを構えてターンエンド。お相手次回の自然主義者をキャスト。艦隊が見えてるのでさすがにここでは除去しません。先手なので攻めの姿勢で除去構えでなく大入道でいきます。お相手トカシアの艦隊をキャスト。クリーチャーはやめてクリーチャー。悲しい。がっつりリソースを稼がれてしまいましたがオリスとかじゃないだけまだマシかな。こちらは艦隊は許せないので破壊します。ここ一応1000アタックでしたね。6点入って残り12点。お相手追加の自然主義者から調和の降りてこれが嫌なんですよ。さらに仮初めの時間最高2分回ってますね。こちらは土地を素引きできたのは偉い。ギックスの命令をキャスト。モードはパワー2以下と布告でこれでギリギリイーブンかな。しかしこの土地状況で絶望将来とか引かなくて本当に良かった。お相手追加の自然主義者をキャスト。でかいところが来なければ何とかなりますね。こちらはラトスタイン王をキャスト。これはいい仕事。あとは取って2枚のうち1枚土地なら最高ですね。お相手カティルダをキャスト。ついに大きいところが来てしまいました。育つ前に止めたい。土地引けずライフは保ちたいので負け犬は控えます。これマナフランケとしては十分な性能なので採用しています。お相手セラの模範をキャスト。とんでもないデッキですね。さらに調和の降りてカティルダでアタックしてこちらは残り8点。よし土地は引けた。産業のタイタンをキャスト。エンチャント破壊したら次のターン戻されますね。仮初めの時間終わりたかったけどここはしょうがないので戻ってこない降り手を破壊しておきます。そのまま殴らずターンエンド。お相手トップ仮初めの時間ここでタイタンを追放されます。逆に考えればタイタンの ETB 使い回せるしギリギリセーフかな。お相手にタイでアタックしてこちら残り4点。こちらは切り崩しを引きます。それじゃない。産業のタイタンのモードはアーティファクト破壊と5点ゲイン。
次のターン仮初めの時間を戻されますが、ここはタイタンを返してもらいましょう。悩みましたが、これ以上エンチャントを割ってもしょうがないのでサイト5点ゲインで、お相手墓地から仮初めの時間をキャスト。対象は3行のタイタン。サイクリングして相棒をキャスト。トップは神聖なる憑依。これはちょうど7で全員飛行します。だけどこれはもしかしてチャンスかも。お相手フルパン、勝ちを焦りましたね。切り崩しさん、それじゃないとか言ってすみませんでした。ここは当然セラの模範をまず取ります。残りもカティルダ以外全部取ります。切り崩しは殴ってない犬を取るべきでしたね。1枚で超絶有利トレードを成し遂げる切り崩しさん、さすがです。そしてこれはいいトップ。不穏な動きをするオートタップ君に気づいたの偉い。まず八百長試合をキャスト。ここはシェオルドレッドで、そして絶望将来をキャスト。大入道が帰ってきてカティルダのスタッツが大幅に下がります。八百長試合はタイタンで、そしてサイでアタック。ここは当然スルーされて残り37点。お相手カティルダでアタック。エイガン上でも届いてないので受けていいかな。なるほど、カティルダをキャストからの恒例でカティルダにオーラをつけます。ここに来て厄介ですね。まあトップ解決するんですけど、モードは布告除去とカウンター2個で大きく回復しておけば不意の即死はないはず。そして全員でアタック。こんだけ回復していても解けるときは一瞬ですね。30点通って残り8点。負け犬出しておくの忘れてました。お相手エンチャントをつけて、トップは無常の神。トークンでアタックしてこちら残り10点。一応ドローしておきますか。道路脇の繊維作って2ドロー。一応見た目点数は足りてそうですが念のため1体除去して、負け犬奇襲キャスト。適当にプラスして全員でアタックです。23点入ってこちらの勝利です。対戦ありがとうございました。ミシックまであと1勝のところでこの初手渡ししてくるのツンデレが過ぎるアリーナくん。ここなに返すか悩みますが、上振れ狙いの絶望将来2枚でいこうと思います。ラトスタイン王が定着すればマナ自体は気にならなくなるはず。こちらは刺激を引きます。これも上振れ狙いで投げちゃっていいかな。切り崩しが最悪ですが、相手メインでの毒首使ってくれたら十分な仕事。お相手除去はなさそうです。上振れましたね。土地は引けませんでしたが、刺激が起動できるのでギリギリ追いついていけるかな。エンドに刺激起動します。ここは黒い土地を引きたかったけどしょうがないか。でも4マナ目はつながりました。大入道をキャストしてターンエンド。肉体くらいでアタックし、シェオルドレッドをキャスト。これはまずいですね。5マナ目だけど黒が出ない。ここ土地跡置きでした。お相手どうせ2点入れられるからと思ってドローさせたんでしょうけど、スルーされてたら割と終わってましたね。とりあえず盤面は固められたのであとは除去を引き込むだけです。お相手は銀行破りをキャストしてターンエンド。こちらは黒4枚目を引けました。シェオルの誘発は痛いですが、除去を引かなきゃ始まらないのでキャストしましょう。刺激起動から今力で墓地の除去拾うルートもありますが、正直そこまで考えてませんでした。お相手銀行破りを生贄に捧げます。盤面並べて突破したいのかな。さすがに痛いのでこれ以上はアタックせずターンエンド。お相手追加の銀行破りをキャスト。絶望将来が詰まってるのか、切り崩しを嫌がってテーマナイキを出してないのかどちらでしょうね。こちらは無事一旦の解決策が見つかりました。これで刺激起動して除去を持ってくればテンポ的にはかなりいい感じです。ドローが解禁されたので大入道1体は殴ってみますか。
どうせ除去あったらシェオル取られてほぼ負けなので、お相手6点は顔で受けます。まあさすがにね。インスタント除去はない様子。5マナ目、絶望将来もなさそう。シェオルでアタックということは応入道を差し出して、お相手追加のシェオルドレッドをキャスト。応入道に蓋されるのすごく効いてそうです。こちらはエンドに刺激を起動、マナを伸ばして、ここアップキープにチェック入れないと最初のシェオル以外はスルーされるはずなので注意。ここで刺激の根力を使用します。マナを伸ばした甲斐あって2枚回収できそうです。除去と3秒のタイタンを回収。今のところ上振れ狙いのお願いムーブが全部許されて逆に怖いくらいです。ということでシェオルドレッドはここで除去します。ドローは追加の3秒のタイタン。これはデッキが足に勝てと言ってますね。返しの絶望将来で死ぬのでここは殴らずエンド。お相手ギックスの命令をキャスト。ほんとよく働く応入道くんでした。さっきからドローが強すぎる。とりあえず返しの絶望将来で負ける目を潰しておきましょう。モードは5点ゲインとトークンで。お相手ピーピング班です。どうだ、怖いでしょ。タイタンを捨てられました。さらに墓地の侵入者をキャスト。ちょっと嫌ですがブロッカーが立ってれば1枚追放で終わりです。こちらはまずドローから。お相手銀行を破り起動して侵入者を生贄に捧げます。こちらはシェオルの誘発で4点ゲイン。さらにゆする応入道をキャストします。タイタンは言ってもいいですがハンドも強いしもうちょい様子見ますか。お相手の毒火狙い、まあこれだけ働けば十分でしょう。さらに追加の肉体くらい粘られますね。こちらはまたいいドローです。でもまずは絶望将来から。お相手肉体くらいを一旦生贄に捧げます。そして追加のシェオルを引き込みます。とりあえずまずはアタックから。ドローはラリコッパイ。返しで死ぬことはなくなったので相手のリソース源を潰しますか。そして負け犬をキャストしてターンエンド。お相手3枚目の肉体くらい赤単メタで増やしてるのかな。こちらはシェオルドレッドをキャストして応入道でアタック。お相手2体でブロックしてきます。がっつりゲインされますがさすがに2体除去するのは重かったのでしょうがないです。あとは竹沼を構えてターンエンド。お相手セレスタスをキャスト。このターンは動きがなさそうですね。竹沼で回収するのは当然私の魂の相棒である刺激です。早速メインで根力を使います。5マナ以上立てるために X は2で絶望せよ ×2。 ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。最近演出壊れてるからミシック到達わからんじゃんか。というわけでゴルガリミッドレンジでした。なかなか強いところをお見せできたんじゃないかと思います。ベースは黒タンビットとして黒タンの弱点を補うようなカードを追加した形になります。まず黒タンの弱点って何でしょうか。アーシの意見としては1、スタッツが低く回避能力がないので横並びに弱い。黒は3のクリーチャーだらけでスタッツが低いのが問題なのでここはタイタンや応入道で突破する感じにしてます。2、追放除去や能動的に置物に触れないなど除去範囲が狭いこと。1の弱点のせいで盤面固められると長期戦化しやすいのに相手のアドゲンの置物を取れずにアド負けするパターンがよくあります。これにはラリコッパイ、タイタンで対処します。3、盤面で継続してアドを取る手段が少ないこと。ギックスや墓地の侵入者等は殴らないとアドを取れないので1の弱点のせいで除去ができなければただ立ってるだけの3バニラです。
一応シェオルやソリンを足すことでそこは改善するのですが、黒の3マナ体は先手でマウント取るのには長けてるけど後手や劣勢を返す力がないんですよね。これには八百長試合ラトスタイン王で解決します。まあ八百長コンボしたいから結果的にそうなっただけですけど、その代わり先手でマウント取る動きが弱いんじゃないかって思われますが、ラトスタイン王で高マナの強い動きに早くアクセスできるのはそれはそれで強いんじゃないかって思います。3戦目のこちらの動きや4戦目の相手の動きを見るとこの辺りはなんとなく理解できるかなと思います。というわけで八百長コンボでデッキ組んだら案外強かったってことをそれっぽく説明してみました。ちなみに土地は黒に10枚あるので絶望将来がスムーズに出ないのは運が悪いだけと割り切ってます。無色土地が余計って説もあるけど、さてこのデッキの強さは強いですね。勝率は86戦やって 62% でした。驚くことに黒タンが苦手な青白兵士には大きく勝ち越してます。相手が大入道を突破できなくて勝った試合が多かった感じがします。あと黒タンよりは除去が多いのもある。対赤タンは墓地の侵入者の分だけ黒タンより弱くなってるかも。あとマナ息が10目になってるし、負け越しは白単コンですね。目立ったつもりですがそれでも不利です。以上です。ミシックまではお約束しますし、超上振れの八百長コンボも楽しいのでぜひ使ってみてください。いつもいいね、コメント、広告等ありがとうございます。この動画が面白いと思っていただけたならフォローやチャンネル登録よろしくお願いします。では次回をお楽しみに。バイバイ。